もうこの世の終わりだ。絶望しかない。あ？どうしたのアスモ？僕の美しい顔にニキビをのさばらせてしまうなんて。アクネ菌への無残な敗北。レビ、僕を笑えばいい。いや、最近カップケーキばかり食べてたから単にそれが原因じゃないの？そんななんて罪深いカップケーキなんだ。そうかな。あ、よかったら一緒にオタク FM 聞かない？きっといい気分転換になると思うよ。オタク FM 聞いたらニキビ治る？多分。ストレスもニキビの原因の一つだって言うし、オタク FM を聞いてリラックスすればニキビの治りも良くなるんじゃない？それなら一緒に聞いてあげてもいいかな。立ち直り早っ。オタク FM アニメ&チルシーズン 2。 皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーシーズン2の情報など様々なオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第10回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。皆さんこんにちは。ナルシスト5男アスモデウス役の三浦アイムです。よろしくお願いします。どうしたんですかアイムさん、急にそんな硬いおしゃべりを始めまして。こういうパターンもありかなと思って。パターン違いをどんどん見せていくっていうことですか？そうですよ。急にテンション低いんですけど、今度はもうさっきのに使い果たしたかな。早い挨拶で使い果たすのやめてほしいんですけども、久々の登場ですね。オタク FM ほんまにね、なんかむっちゃ久しぶりな気がします。待ってましたよアイムさん。いや僕も待ってましたよ。呼ばれるのですか？呼ばれるの第10回にしてね、登場ということですけども。第10回やでもうほんまに。そうですよ。前回と違ってショートドラマなんかもねありましたけども。そう、他の方のも聞いてて、来るぞとは思ってたので。はい、来ましたね。アクネ菌が。アクネ菌やられるの？悪魔にも効くのあれ？やられたようですね。ニキビができてしまったと。あとね、オタク FM 聞くとニキビ治るかもよっていう無茶苦茶な、その論立つ？その論を信じちゃいましたからね。ほんまにもう、ニキビに効くようなトークを発信していかないといけないですよ僕たちで。楽しみですね。そうですね、頑張らなきゃですね。頑張らないとダメですよ。今回のラジオなんですけども、アニメオベイミーシーズン2第10話、プレイボール悪魔の全員野球、このアフレコ終了後に収録してますと。番組を聞きの留学生の皆さんはもうご覧になっていただいたかと思うんですけれども、いやー大活躍でしたね。いやほんまね、やっぱスポーツ界っていうのは皆さんね、打ったり走ったり、もうやっぱアクションが肝ですから。もちろん僕も相当やっぱり今回気合い入れて臨みましたよ。ね、作り込んでましたからね、能動。鼻歌ね。そうですね。私の方もゲームやってましたからね、グラウンドで。いやでもさ、文字のセリフがあるやん。確かに確かにありました。僕の台本鼻歌言うてすごかったね。野球界ってもう悪魔の全員野球って書いてんの。いやほんまよっしゃみんなと一緒やって思って面白かったっすね。いやもうしかもねもうお好きな曲でみたいな感じになってるからその鼻歌ですらも、聞かれた方は分かるかと思いますがね、アスモデウスのねキャラソンポマードをなんとなくふふんって歌って鼻歌をね口ずさんでいましたけども、あとは皆さんのねアクションを聞いておりました。今回ね野球界っていうのは、突然野球界が始まるアニメは名作という噂もあるということで、サタンがカロリーを使ってましたね。いや本当に、いやもう僕からしたらありがたいですよ。そうだ、推しのサタンがあんだけね叫んであんまりねこうやっぱ
ゲームでは見れない一面をね見ることができるのがこのアニメの魅力だと思うので、はい、素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。なかなかないと思いますよ、野球界で1回表ワンアウトで終わるアニメ。ほんまや、試合開始からほんまや、山場がすごかったですからね。最初かいな。いやしかもあんだけ特訓してたのに初球をジャストミートされるっていう特訓の意味あんのかっていうぐらいの感じ。ほんま。いや面白かったよ。特訓の甲斐なくね。まあまあ個人的に僕は野球が好きなんで注目してほしいのはルシファーのバッティングフォームの綺麗さ。まるで伝説の落合博満のようなフォロースルー完璧でしたね。すみません、僕野球本当にわからないんですよ。ルールも危うい。何人でやるのかすらあんまり知らないです。そこまで知らないです。一応野球は9人でやるスポーツということだけ。ほにゃらら9ってやつですね。やめなさい。ほにゃらら9。ほらサッカーはなんとか11とか言うじゃないですか。そうですね。ごめんなさい、特定のタイトル名をパッて頭に出てしまいまして私。それで隠していただけたんかなと思いましたけども、そうです、9です。9です。9人でやるということでね、それすらも確かにこの第10話の中で描かれていたかなっていう気はしましたけども。いや非常に個人的には面白い回でございました。いやでもすごい面白かったですよ。僕ね鼻歌歌った後はずっと楽しく皆さんのね収録を聞いてたんで。そうですね、ほんまにいや僕らも楽しく収録できたので、皆さんもねぜひぜひまだご覧になってない方は見ていただきたいと思います。ということで始めていきますか。よし、行こうか。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。 オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。元気やな、びっくりしたわ。こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるうつおたを紹介していくコーナーです。それでは今回も矢口恭平さんが考案してくれた番組オリジナルのラジオネーム留学生ネームをつけてふつおた紹介していきましょうということで。この留学生ネームどうですか？どうですか言われましたよね。いいでしょうこのオリジナルネーム。もちろんいいとは思いますよ。いいとは思いますよ。ついにできたんです、留学生ネームがね。恭平さんもたまにはいいこと言うじゃないですか。たまにはって言っちゃったよ。ということでふつおた紹介していきましょう。アイムさんから紹介していきますか？そうですね。じゃあこれにしようかな。留学生ネームロクさんから。はい、ありがとうございます。加田さん、三浦さん、こんにちは。こんにちは。私は勉強や絵を描いている時に、オタク FM を BGM として聞くのが大好きなので、シーズン2で復活してくれて本当に嬉しいです。嬉しい。質問ですが、オベイミーボーイズとして一緒に過ごした思い出は何でしょうかと。はあ、なるほど。オベイミーボーイズと一緒に過ごした思い出でなんか印象に残ってるものはありますかっていうようなそうですねことですね。思い出か。なんだかんだ長いことね一緒にいますからね。いやほんまに。でもね僕やっぱり初めて兄弟7兄弟でのキャストでご飯行った時行きましたね。覚えてます？覚えてますよ。あの時の印象がものすごい強くて説明していい？どうぞ。まず座り位置、僕の右側に僕可動席やったんですけど僕の右側に大西さんが座ってて、大西聡がで僕の目の前にカダヤンとコバさんが座ってたんです。いましたね。でちょっと離れたところにその山さん、すみさんとか恭平さんとかいましたね。いらっしゃったんですけど、あの時僕らまだ全然温まってなかったじゃないですか。もちろん本当に。であれでしょ、コバさんとかも初めてだったでしょ。そうですね、まだまだ探り合いというか、探る段階でしたからね。探る段階の中でみんなでお酒飲んでワーワーやってて、で前のコバさんとカナヤンの話が全く噛み合ってなくて
覚えてる、そうですね、覚えてる、覚えてます。覚えてる。僕野球ボールでキャッチボール仕掛けてるのに、向こうはそのボールをグローブで受けずに体で受け止めてラグビーボールを投げ返してくるっていうね。グローブで受け止めたら楽なはずやのに、なぜか全部体で一回トラップしようとするっていう。そう、聞いてることとか話してることがもう全くお互い噛み合ってなくて、あれすごかったね。いやもう僕ずっと爆笑してて、そうで僕もちょっとあかんかったかもしれないんですけど、なんかちょっとヒートアップしてきて、野球ボールの勢いが多分強くなってたんでしょうね。そうツッコミがね、ガンって投げてて、コバさんそれ体で受けるじゃないですか。それを「痛ー」って言って「痛ー」っていうリアクションしてくれたらそれはそれで成立するんですけど、痛くないよって顔してまだラグビーボールを蹴るから「あれ聞いてないよ」ってなっちゃって、でそれで俺もコバさんもやっててんけど、それを傍からずっとアイムさん見てて爆笑し続けるっていうね。いやね、初めてやっぱ皆さんとねコミュニケーション取れる場やったじゃないですか。もう自分が会話するのそっちのけでずっと目の前でおもろいねやり取りされてるから、それを見ててバリおもろかったの覚えてるですね。いやほんまになんかでなんか横でケロシが寝てたりとか。そうでやっぱさベルフェゴール役の大西聡さんやって思ってて、でなんかお酒飲んではって、そうね、で4杯目ぐらいで割とペース早いなって思ってて、でチラッと見たらほんまに寝てんねんか。あんま喋ってないねんで僕。すごいよね。なんかちょっと前のさこのコントがさ、コントで目の前のコントが終わったらちょっと話そうかなって思って右見たら「うわー!」って言って。キャスティングした人天才って思ったもん。寝てるやん。寝てるやんって思って。いや面白かったよね。あれカオスやったよね。場はむっちゃおもろかった。でそのわーってカオスの中、俺がハハキャッキャってしてる向こう側で恭平さんがメニューにあるシャンパンとかを見て「このシャンパンはさ」みたいなこと言って「なんやねんこいつ」思って。いやでもなんやねんこいつどころかなんやねんこの空間こいつ。いやほんますごいよね。個性的なんやっていうのがそこで分かったっていうね、みんなが。いや本当にやっぱ知らなかったわけじゃないですか、それまでは。急にねやっぱその個性豊かなキャラクターやなとは思ってたけど、キャストまでかいと。言うたらあれですけど、僕とかも見た目とかの個性割と強めじゃないですか。強めよもちろん。いや全然この人たちすごいわって思って。外見だけじゃ太刀打ちできんぞみたいな。いやでもこれすごかったよ。だってコバさんとねこうやって喋ってね、仲良くなった。まあ距離は縮まったかなと思ってたんですけど、次会った時コバさん俺に初めましてって言ったから。なかったことになってる。嘘あったいろいろあった。さすがすぎるわ。おもろすぎるでしょ。体に玉のあざ残ってる絶対のはずやのに初めましてって言ったから。ボールのあざ残ってる。青なってんのに。縫い目まで残ってるはずやのにと思って。でまあでもこんな僕とコバさんのやりとりっていうのは過去のオタク FM でコバさんが出演してくれた回を聞いてくれたら多分分かります。ずっとあんな感じが繰り広げられてるって思ってくれたら分かると思います。いやもう伝説はあそこから始まってたんやな。いやほんまにそういうことですよ。てか一通に時間かけすぎだぜ。じゃあもう一通ぐらい言っとく。いやもういいというサインが十分な尺いきましたというサインが来ましたので、まあいろんな思い出をね、他にもいろいろ作ってますからね。またお話できる機会があればいいですね。素晴らしい兄弟でございます。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんから番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook など各 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。こちらはゲストと僕の声の演技をゲーム形式で楽しんでいただくコーナーです。セリフと設定2種類のカードの山から1枚ずつカードを引き、その設定に沿って役作りをしてセリフを披露します。例えばセリフカードが好きで設定カードが怒りながらであれば怒る演技をしながら好きを実演します。ここでは
怒りながらの演技を当てられるかどうか、設定を当てるっていうことですね。完全に演技力が試されるゲームでございます。さあどうしたほんま大喜利とかこういうアドリブ系弱いね。いや大丈夫よ、アイムさんやったら。でも完全台本じゃなきゃちょっと僕やっぱ嘘をつけとんでもない嘘つきやないか。頼むぜ。じゃあアイムさんが行きましょうか。じゃあ僕から引いて引いてセリフを言う演技をするということです。じゃあどうぞ。よっしゃ、じゃあカード引きます。はい引いた。ベン。なるほどね。なるほど。はいじゃあもう一個いきましょうか。設定の方を今度は引いていただきます。今引いたカードのワードを次の設定で言うってことですね。そういうことですね。はい、いきます。せーの。はいよ。いやっと受けてますよ。これはどうですか？いいんじゃないですか。いやもうなるほど、いい設定を引いた。自然というかね。自然。まああんまり言うとあれですから、そうですね。やった方がそうですね。早いかもしれないですね。じゃあ大丈夫ですか？いきますよ。はい。よーいアクト。ごめんなさい。ほー、なんやごめんなさいでしょ、セリフはまず。まあそれ間違ったらすごいけどね。確かに完全に作られたセリフ勝手に自分が言いやすいセリフ言ってるみたいなことになりますからね。これあれでしょ、泣きながら。これ非常に近い。何答えは？じゃあ答えは、溢れる涙をこらえながら。なるほど。こんな具体的なことある？いやもうほぼ正解でしょ。いやほぼ正解やな。てか泣きながらとかじゃなくて、結構あれやな、細かいな設定が。細かいね。設定が細かいな。案外こういう感じなんやと思いましたけど、まあでもね。そうですね。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。なんか近かったね。じゃあ私いきますね。引いてください。はい。まずセリフから。はい。なるほど。わからないですけど。いやちょっとこれは感情によっては設定によっては難しいかもしれないですね。はい。うわこれは何厳しいな。俺にとっては厳しいかもしれない。俺にとっては厳しい。じゃあいきますね。では用意アクトと言っていただければ。大丈夫ですか？大丈夫です。それでは参りましょう。用意アクト。もう食べられないよ。はい、完璧です。はあ？なんやろ、前スミとやった時もはあって言われた気するわ俺。もう食べられないよです。何？食べられないよです。さあどう？当てて。まあセリフはもう食べられないよでしょ。そうです。そこは間違ってないです。で、設定シンプルでした。セクシーに。正解。完璧。さすが色欲担当。最高。やったー。嬉しい。セクシーに一言一句間違ってない。パーフェクトや。やった。ピタリ賞や、ありがとうございます。賞金は出ません。100万グリム出ません。出るかそんなもん。僕のアカウント ID 教えとくんで後で実装してください。こいつ。いやでもこれはちょっと嬉しいですね。完璧でした。やったぜ。もう一回ぐらい行きましょう。そうですね。ちょっと面白いぞ。これは最高やわ。うわやった。笑ってる。こんなんもあんの？こんなんもあんの？無理でしょ。はいどうぞ。ちょっと待って。おい。ちょっと無言になってる。何一瞬静寂が訪れたで。何？気になる。ちょっと待って。そう。ちょっと待って。言うてるけど。マヨネーズにソースかけて何味でしょうみたいなことやでこれ。どういうこと？調味料に調味料重ねて持てるやんか。ちょっと待って。じゃあ行くよ。じゃあ行きますね。じゃあ参りましょう。よーいアクト。はあ？いやちょっと待ってくれや。セリフはまずごめんなさい。あっはでいいですか？セリフ笑うかな？これは俺は悪くない。俺は悪くない。何？何？設定？笑うに設定？
息も絶え絶えに笑う。あーちょっとちゃいましたわ。何答えは？びっくりしながら笑い声。これは無理だぜ。違うねん。笑いながらで一つやん。設定やん。いやそうやな。言ってる意味分かったでしょ。わかるわかるわかる。分かったでしょ。笑い声をびっくりしながらはちょっと厳しいな。いや頑張った方やと思うで。頑張りましたね。頑張りましたね。笑いだけ食ってる人が驚かされたみたいな勢いでしょ。そうそうそう。すごい呪いかけられてもうてるな。いやこのパターンあるか。いやこれはあゆさん頑張ったね。味付けに味付けやでだからほんま。面白いわ。ほんま。じゃあもう一回だけいきましょうか。じゃあラスト私言ってください。はいいきますわじゃあ。はい。じゃあこれセリフと設定を引きます。はい。同時に見るか。いくぞ。はいはい。ババン。これはそうか。うん。なるほど。じゃあまあもう行きましょうか。よーいアクト。すげえ。すげえ。すごくないやん。すげえ。ちょっと待ってうん。興味なさそうにすげえ。近いようで近くないな。これ。何まあセリフは好きですね。設定が好きって言ってたんじゃ。絶望感を抱きながら。ああいや絶望感を抱きながら言うとすげえになるんですよ。すげえって言ってんのかと思った。すげえセリフがまず間違えてる。ごめん。セリフいやでも好きを絶望感を抱きながら言ったらもうああすげえすげえ。じゃあだってさそれさ好きじゃないし好きでもなんでそんな絶望感抱きながら好きっていう必要があるの？そもそもどんなシチュエーションやねん。あでもおもろいわこれ。おもろい。面白かった。おもろかったですね。いやこれいろんな人でやったら面白いかもしれないですね。いやね他の方々のもぜひ聞きたいので次のアクトに楽しみにしてます。はいありがとうございました。それではあゆみさんやった。はい。それでは以上アクトミーでした。はい。ではここで一曲お聴きいただきましょう。あゆみさん曲紹介お願いします。それでは聴いてください。アスモデウスでポマード。なるまでのプリティボーイ、そう簡単にはなびかないハート。得意げな顔で僕を撫でて心ごと奪ってよ。どれだけ君が怖くまでも甘い誘惑で招くのさ。一心不乱に踊らされる君は僕の虜。愛ぞと思い出気づいた時にはもう遅いんじゃない。目をそらさないで僕だけ見てればいい。瞬きの間もないくらい Baby you want my love。 たとえどんな君でも叶わないんだよ僕には。世界中で僕は僕以外矛盾にはなれないはず。僕らしくないその言葉の意味全部受け止めてほしいよ。完璧なるまでのキューティーボーイ、そう一瞬でも揺るがないハート。溢れ出す思いに誘われて心ごと奪われた。止めどなく僕の瞳に映る君がいる景色にも一心不乱に見せられてる。僕は君の虜。日に日に増えてく愛ぞと思い出気づいた時にはもう遅いんじゃない。目をそらさないで君を見てるなんて戸惑いの間もないくらい
時を超えて気づいた君への愛を、これからはそう僕とのラブストーリーにしようよ。伝えたいこの想いを送るよ、ラブレターにして。綺麗なその瞳で僕だけを見て。 Baby you are my love、 たとえどんな君でも僕には見せてもいいよ。世界中で僕は僕以外に初めての恋をした。 Baby you be my love、 そうさどんな僕でも君には見せたくなるよ。僕らしくないその言葉の意味、そっと君だけに話すよ。やっほー。抜き打ちテスト目指せホワイトクリスマスは順調？まさか殿下があんなサプライズするなんてびっくり。ナイトメア変身悪魔レンジャーではレビとバルバトスのアニメが楽しめるらしいよ。これはゲットするっけないね。あ、ソロモンの誕生日もそろそろじゃない？一緒にお祝い考えよう。そして12月には周年イベントも控えてるよ。君に喜んでもらえるように頑張っちゃうから楽しみにしてて。嘆きの館劇場。癖強いなほんまこちらはオタク FM ゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作し、ゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイデアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました。そして今回はアイムさんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけですけども、仕上がりはどうです？いや、読んでみて。もう僕の出したオーダー通りのものを作っていただきましたよ。なるほど、オーダー通りかこれ。ありがていやー、どういう物語かっていうのはね、ちょっとね、シチュエーションがね、僕の予想を超えてましたけど。あ、なるほど、ある意味予想を超えてきたものが、じゃあ楽しみですね。じゃあ早速始めていきますか。そうですね。では、今回のタイトルはこちら、アスモデウスと解釈論争。あれレビ、もしかしてこれからここでテレビ見る？ダメだよ、ダメダメ、絶対にダメ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 。何が？テレビ見るって聞いただけでまだ何にも言ってないけど。どうせまたアスモ以外に映っていないイカれた編集の映像をこれから見るとか言い出すんでしょ。違うよ。けどそれもいいね。よくない。じゃああれか、この応接まで最近買った服のファッションショーするんでしょ。散々どれがいいって聞いた挙句、結局全く全然違う服を選ぶあの不毛すぎる時間ね。ああ、そういえば最近してなかった。今度やるから参加してね。やだ、他当たって。なんでさ。けどね、今日は違うの。違う？じゃあなんだろう。いや別に当てなくていいんだって。なんであろうとダメなもんはダメ。そうなの？そう、この応接まではこれから僕がドラマを見るんだから。そうなんだ。それは困ったな。困ったってダメだから。なんであろうと絶対に 1000% 却下。そっか、残念。せっかくここでドラマ恋するアンパイアの最新話見るつもりだったのに。嘘でしょ？本当？本当も本当だよ。でも 1000% 却下だったら仕方ない。まさかそれだけは OK だよ。僕もこれから恋するアンパイアを見るんだから。やっぱりそうだったんだ。よかった、一緒に見よう。
ていうかアスモも好きだったんだね、恋やん。スポーツもののドラマでこんなにハマったの初めてかも。スポーツものっていうか恋愛ものだけどね。そうでも斬新だよね。アンパイアが次々と野球選手に恋しちゃうとか。最高だよ。好きなピッチャーのためにストライクにしてあげたい。でも自分は審判だから公正なジャッジでボールにしなくちゃいけない。恋心とジャッジの間で揺れ動く球審の心模様。結局恋心取ったりしてとんでもないジャッジしたりしてね。キュンキュンしちゃうよね。主人公のジンジャー球審なんかタイプの投手がいたら全部ストライクにしちゃうんだから。イケメンピッチャーのペッパーなんか肩壊してノーバウンドでキャッチャーにボールが届かなくても完全試合してたもんね。そうそう。でもどんどんかっこいい選手が出てきちゃってエコひいきが難しくなっちゃうんだよね。かわいい。ほんと恋やんはツッコミどころ満載の上質なラブコメディ。今なんて？ツッコミどころ満載？その後上質なラブコメディ。コメディ？ちょっとレビー、恋やんはコメディなんかじゃないよ。何言ってんの？誰がどう見てもコメディでしょ。はあ？本気で言ってる？恋やんは純愛ドラマでしょ。いや何言ってんの？こんな面白いコメディないでしょ。好きだからって理由だけでバックネットに当たるファールボールをホームランにしちゃうんだよ。笑えるでしょ。はあ、これだからあんまり恋愛してないやからは。なんて？レビにはわからないんだね。審判という仕事に就きながら好きな人のためにあえて誤審をするという恋愛の覚悟みたいなものが。恋愛にはたとえ間違っていても自分の思いに従わないといけない瞬間があるんだよ。いや無理あるって。明らかに笑わせようとして作られた作品じゃん。だって制作会社もスタッフもコメディばっかり作ってるとこだよ。そうやって作品の外側のことでしか判断できないんだね。そんなことないよ。もしかして僕がアニメしか見てないと思ってる？どれだけたくさんのドラマを見てきたか知らないでしょ。これは誰がどう見てもコメディだって。じゃあ聞くけど、今日の最新話で主人公のジンジャー球審は誰を選ぶと思う？やたらジンジャーの誤審を注意する真面目なピッチャーソルトとジンジャーのひいき誤審で三冠王爆心中のシュガーのどちらかで揺れてるでしょ。そんなの決まってるじゃん。ラブコメのお約束でね、喧嘩ばかりしてる相手と最終的には結ばれるんだよ。だからソルトだね。やっぱり分かってない。絶対に三冠王シュガーだよ。そんなわけないじゃん。あんなにエコひいきしてて最後にくっついたらみんな大ブーイングだよ。クソ面白くもないし。そこがいいんじゃないか。視聴者はもちろん世界中の人からブーイングを受けても自分の思いを貫くんだよ。それが恋愛でしょ。きっと2人は野球界を追放されても愛しちゃうんだよ。だから純愛ドラマなの。わけわかんない。まあいいや、見ればわかることだし、絶対にジンジャー球審はソルトを選ぶから。つまり恋案は野球ラブコメドラマだってこと。いや絶対にシュガー選手が選ばれるよ。ってことで恋案は野球純愛ドラマで決まり。あ、始まるよ。見よう。そうだね。30分後には答えは出てるからね。違ったら謝ってよ。それはこっちのセリフだって。終わったね。うん、終わった。まさかこんな展開になるとは。ね、びっくりした。急に巨大怪獣が現れて球場を襲い出して、ソルトもシュガーもあっさり逃げ出したね。で主人公のジンジャー球審が巨大化して怪獣と戦うとは。ってことはさ、このドラマのジャンルって特撮怪獣アクションドラマってことで。そうなっちゃうか。じゃあどっちの解釈も間違ってたってことかな。なんだかね。さ、来週も一緒に見る？いや、僕はもうこのドラマは大丈夫。同感。
僕もそう思ってた。僕たちドラマの趣味合うかもね。うん、そうだね。この曜日のこの時間やることなくなっちゃった。はあ。お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。いやほんまにどんなドラマやねんなかなか激しい感じでございましたけど、はい、いやこれ途中からのヒートアップと最後の落差がすごい激しくて面白かったですけどね、やってて。いや嘆きの館劇場で初めてちょっと結構体力使ったなって初めて結構これ使う。いやでも俺思ったのは、ため息で終わっていくのは結構新しいパターンな気がしました。いやほんまに、いやなんかね、こういい収まり方したな、いい収まり方したなっていう感じがしましたけどね。いやこれ今回この嘆きの館劇場でも野球でしたね。あ、そうこれはさては狙ってるな狙ってるな合わせてきたなって感じがしましたけど、でもアイムさんのこのリクエストとしてはどういった感じでリクエストしたんですか。僕がリクエストしたのは、2人とも好きなものがあって、それの解釈違い。なるほど。解釈違いで喧嘩をするということやったので、そういった意味ではバッチリでしたね。もうバッチリですね。解釈違いっていうところでは予想の斜め上をね、そうですねまさにね、題材もそうやし、そう2人のどっちの解釈が正解っていうところを斜め上の方向でね作っていただけましたけども、いや面白かったですね。いや面白かったです。嘆きの館劇場は毎回やるごとにどんどん進化していくので、ね、やってて楽しいでございますけども、皆さんはいかがでしたでしょうか。ね、楽しんでいただけたらね、はい、幸いでございますといったところで、楽しかったです。はい、あやむさん。はい、以上また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。あゆむさんいかがでしたでしょうか。なんかカロリー高かったな確かに消費カロリーは異常に高い回やったかもしれないですね。いやなんかいつももう終わりなんみたいな感じだけど、今日はなんかすごいこのなんかやりきった感というか、全てのコーナー異様にカロリーが消費されたね。本当にマシマシの回でございました。いやそれだけねすごい濃い回やったんじゃないですか。楽しい時間でしたよ。やっぱあれやないかな、アニメで鼻歌しか歌ってへんからあれ余ってたんちゃうかな。あれ余ってた。それを一気にこのオタク FM で力を消費してくださったということでね、僕としてはすごい嬉しかったですけども、楽しかったし嬉しかったですけども。いやもう楽しかったですよ。いやねほんまに楽しかったですね。なんかあっという間でしたね。まあ次回のオタク FM なんですけども、マモン役のコバさんが遊びに来てくれます。来た神回やこれ流れ完璧すぎるでしょ。いやすごいなこれな。トークはねやっぱり何が起こるかわからないからおもろいわ。面白いけどほんまに必聴ですね。必聴ですよ。必聴ですね、今度はどんなボールでキャッチボールができるのか楽しみですよ。僕はどんなボールでキャッチボールするか、キャッチというかね、もう体にお互い当て続けるっていうね。コバさんのノックを僕は全力で拾い続けたいと思いますので。野球に絡めてきた。野球会やったんでね。ということでコバさん自身はすごい楽しくやってくれるので、僕自身はとっても嬉しいんですけど、いつもねいろんなネタを準備してきてくれるので僕はすごい楽しみにしてます。何が出るか予想つかないですからね。いやどんな回になるんでしょうか。ちなみに次回のアニメ第11話は会いたい気持ち。会いたい気持ち。こちらはみんなでMC に会いに人間界へ行こうとする話だそうです。おー、はい。そして第1話で登場した
会いたいくん人形が物語に絡んでくるとの情報をキャッチしております。会いたい人形。そうでございます。僕知ってんねん。何？アニメところどころ出てきてん。そうなんです。いるんですよ毎回。実はね、それが物語に絡んでくるということなので。ちょっとしかも人間界に行こうとする話でしょ。そうです。みんなねこう MC がいないとこんなねこんなことしかしてないんですよ。こんなことしか言っちゃったよ。いややっぱねMC に会いに行くっていうところになるとみんなピリッと気も引き締まるんじゃないかということで。確かにね、アニメでは見せてなかった表情がね、もしかしたら見られるかもしれないですよね。そうです。非常に楽しみじゃないですか。楽しみでございます。ぜひ皆さんも見てください。ということで、あゆみさんそろそろお別れのお時間ですけども、何か一言。はい。次回もマシマシでいきましょう。あるかな。あるね。はい。ありますよ絶対に。ということで、オタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とアスモデウス役の三浦歩夢でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。